キム・ヨジョンの対南強硬姿勢に耳を傾けなかった韓国政府ですが、実際に南北連絡事務所の通信が途絶された途端に浮き足立っています。北朝鮮は、キム・ヨジョンがメディアを通じて韓国国内で脱北者が行っているビラ散布に対して苦言を呈し、韓国に対する圧力強化を示唆しました。これを軽視していた韓国政府ですが、北朝鮮側は南北連絡事務所の通話呼びかけに応答せず、すべてのホットラインを遮断するなどして韓国政府への不満をあらわにし始めました。このことを韓国メディアが一斉に報じて韓国国内は騒然となります。北朝鮮はここぞとばかりに攻勢を強め、南北関係の信頼は失われた。対米軍事力を増強するなどと挑発的な発言を繰り返しています。北朝鮮は6月12日に米朝首脳会談から2年が経過したことに対して、シンガポールでの合意も破棄するなどと言及しています。そうした中で、前の駐ドイツ米国大使リチャード・グレネルが世界的な海外駐留米軍の削減について言及し、波紋を呼んでいます。ドイツに駐留する米軍を9500人削減という発言に関連し、韓国や日本、アフガニスタン、シリア、イラクも削減すると話しました。さらには在韓米軍の撤退まであり得ると発言。これは米国政府も公式には検討対象ではないとしていますが、少なからず防衛費分担金協定交渉に影響を与えるものと思われます。韓国国防部も削減に関しては米国とは議論していないと明らかにしています。南北間の緊張が高まる中、米朝の交渉再開の道も見えない状況が続いています。しかし韓国政府も主体的な動きを見せることができず、南北関係は悪化の一途をたどっていきそうです。編集所官。新型コロナウイルス防疫成功で一気に支持率を回復させたムン・ジェイン政権ですが、韓国の人たちも総合的に評価してほしいものです。その防疫対策も集団感染続発でほころびが見えてきて、結局あの大喜びは何だったのかという状況になっています。今や韓国は新型コロナウイルスに対して過剰なまでに反応して怯えている国になり下がっています。厳格に対応しすぎて過敏になって、経済活動を再び止めようとしています。話が早くも脱線しているんじゃないかって。いや、これが今回の北朝鮮への対応と全く同じなんです。当初キム・ヨジョンが談話を発表し、それに呼応する形で北朝鮮メディアが韓国を非難した時、韓国政府は全く動じる様子を見せませんでした。私はこれにさすがだなと感心しましたよ。ああやって北朝鮮が騒ぐのは構ってほしい時ですから。どれほど罵詈雑言を浴びせられても脅されても、南北は良い関係にあるという信頼関係に自信があったからか、気にも留めていませんでした。ところがひとたび南北連絡事務所の通話に反応がないとわかるとメディアが大騒ぎし、さらには全ホットラインが遮断。韓国社会が急にざわつき始めました。それでも大統領府は沈黙を保っていました。南北関係が壊れてしまうかもと焦ったのか、韓国統一部はビラ配布をしている脱北者団体を告発すると発表。その後人権に配慮したのか慌てて捜査依頼だと訂正しました。もう浮き足立ってしまっているんですよ。何をどうすればよいのか混乱状態。大統領府としては北朝鮮を刺激したくないのでビラ配布を止めさせたいようです。日本大使館前の慰安婦像撤去に対しては民間団体がやったことなので政府が手出しできないと言ったにもかかわらず、北朝鮮が騒げば政府が民間団体に捜査の手を入れて止めさせる。ビラ配布は国内法と北朝鮮との合意。慰安婦像撤去は国際法も関わっているし日本との合意。あの像は国内法でも問題でしょ。無許可設置だから。日本政府が慰安婦の抗議集会をやめろと言えば解散させられるのか。様々矛盾が出てくるわけです。そして本気で北朝鮮が南北関係を粉々にすると言い出して、それに震え上がって。で、何をどうするんでしょう。大混乱ですよ。一方で在韓米軍の防衛分担金交渉も暗礁に乗り上げたまま。こちらはこちらで米国から増額圧力に続いて削減するとか撤退するなど脅され、こちらでも右往左往が始まっています。在韓米軍問題は北朝鮮や周辺の地政学とも絡んでいるのだから俯瞰した観点から思い切った決断ができないものでしょうかね。私はここで韓国は中国寄りに舵を切るのも一つの選択肢だと思います。在韓米軍は削減してその分分担金も減額する。これは北朝鮮にもアピールできるというわけです。そして北朝鮮との交渉は米国を無視してもっと大胆に進めていく。
北朝鮮は現段階で米国とつなぐよう韓国に求めてこうして騒ぎ立てているわけですから、北朝鮮の要求にも応え、米国にも応え、そして中国にも応えるような選択をすればいい。政府が主体性を持ってこの道を行くというのを示さなければ、年がら年中周辺国に騒ぎ立てられて、矛盾だらけの方針を方々にまき散らしながら世界を混乱させることになってしまいます。今まさにそんな状況。自らをよく見せようとフラフラするのはやめて、はっきりさせた方が良いです。サムスンは米国の要求に応じず中国のために半導体製造を請け負い、メモリ半導体も供給し続ける。親中の姿勢をはっきりさせて、それでも問題ないのであれば G7 に行く。在韓米軍撤退はどう考えてもありえないから、削減は覚悟して分担金の増額には応じない。徴用工問題は慰安婦支援団体の二の舞になるかもですが、基金を作って運用し、日本に責任を求めない。当然それぞれ正反対の選択をしても良いですが、はっきりと示さないと全部モヤモヤなままです。貿易対策では明確な指針が出せたのに、国際問題ではこのざまというのはちょっとないと思います。まあ貿易対策は厳密にやりすぎて今や自らの首を絞めていますけどね。もう2年なので、ムン・ジェイン大統領も自分の道をきちんと示し、ここでお得意の頑固さで貫徹してほしいものです。別に突然弾劾されることもないのだから、自分のやりたいことを残りの期間でやり遂げればいいんじゃないでしょうか。多分それだと経済はさらに苦境に陥るだろうけど。南北関係は終わっちゃいましたか？あんなの北のざれ言ですよ。まともにビビってどうするんですか？ええ、でもホットラインが繋がらないって深刻ですよね。だから構ってほしいんだってば。もはや世界から完全に埋没してるんだから。本当に2年前の騒ぎが嘘のようですね。はっきり言って北朝鮮も戦略ミスなんですよ。思ったより米国が柔軟ではなかった。結局直接会談に臨んでも打ち破れなかったわけです。アメリカが譲歩しなかったということですか？米国がどういう国か知ってるでしょ？彼らが納得するのは彼らの道理が通った時だけです。経験乏しい金正恩ごときにはそれを打ち破ることはできませんでした。でも北朝鮮も一歩も引かなかったからこうなったんですよね。そういうことです。トランプも簡単に譲歩しないですからね。功績を焦ると思ったのでしょうが、そこは計算外だったでしょう。そしてこの二国間の問題は韓国がどうすることもできないです。じゃあ北はどうして韓国に八つ当たりするんですか？近くにいるからじゃない。実際米国の顔色ばかり見て前進できなかったから、イライラしたんでしょう。でもそれはいろいろ背景があって簡単じゃないですよね。それを打ち破るきっかけがこの在韓米軍問題ですよ。防衛分担金もそうですけど、削減も視野に入れればと思います。削減したら大変じゃないですか？大変じゃないですよ。トランプ大統領の意向にも沿っていますし、北も中国も評価するでしょう。いわゆるウィンウィンですよ。じゃあどうしてやらないんですか？北の脅威と保守系がうるさいからじゃないですかね。北の脅威ってこれから仲良くなるのに矛盾してないですか？北朝鮮も軍事合意をしておいて変化がないので少しイラついているでしょうね。踏み切れないものですか？何に？仲良し路線に。覚悟がないんでしょ？改革断行するとか勢いで言ったけれども、大した改革をしてない人ですから。ムン・ジェイン大統領は評価できないってことですか？真面目で韓国を変えられる人だと思ったんですけどね。頑固で偏ってる割に中途半端な人ですね。いわゆる面倒な人ですか？白雪さんよりも面倒かもね。私はムン・ジェイン大統領みたいに突然怒鳴ったりしないですから。カーッとなることはあるけどね。その手には乗りません。おとなしい子なんで。梅雨になりましたね。なりましたね。通勤がうんざりです。お疲れ様です。買い物もうんざりじゃないですか？まだ雨の日そんなに外に出てないから。お散歩は？してない。太りますよ。ちょっとやばいかも。髪もうねりますね。うねりますけど私はそんなに気にしないかな。髪がうねるのが最も憂鬱です。アホ毛たくさん出ますしね。ぺしゅんってなります。白雪さん宿毛矯正ですもんね。そうです。だからチリコのうねこなんです。二重苦ですね。そこで、美容師さんに教えてもらった超高級ヘアアイロンを買ったんですよ。あの製造が韓国っていう？そこ突っ込まない。設計は日本だからいいんです。
4万いくらでしたっけ？はい。約5万円です。でもそれをやるとかなり耐性が上がるんですよ。チリチリとうねうねに。そうなんです。なので今年はまだマシです。今も会社に着いたらアイロン開けてるの？あれはもうメルカリで売りました。じゃあ会社では何もなし？エアコン効いてますから。濡れたりしなきゃ平気です。他の人はうねうねですけどね。そんなすごい商品あるんですね。プロが勧めるだけあったってことですか？ええ。開発した日本人すごいと思います。もう他の焦げ臭くなるのとか使えません。ちょっと興味出てきた。私も買おうかな。他の人には教えたくないくらい絶対的なおすすめです。